皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は2023年より日本での販売を開始した隣の赤い国の電気自動車 BYD について触れていこうと思います。今隣の赤い国では金融セクター、不動産セクターともに崩壊状態に陥っているわけですが、私はあの国で作られた製品の安全性は今後ますます怪しくなってくるという危機感を感じています。あの国の車が日本で売れるか売れないかは市場が判断することとなりますが、あの国の車に同乗することを避けたり、近くに車を止めたりすることにまで神経を使った方がいいと思っています。大げさではないかという声も聞こえてきそうですが、はっきり言ってその認識はかなり甘いと思います。今回は人命軽視がまかり通っている国の製品を使うことがいかに恐ろしいことなのかの認識を持つことが重要であることをお伝えしようと思います。そのリスクを知っているのと知らないのとでは、被害に遭う確率は雲泥の差になると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、隣の赤い国の企業が作った EV 自動車が日本市場に投入され始めていることについて、皆さんはどのような意見をお持ちでしょうか。メディアの記事によりますと、意見は真っ二つに分かれています。私と同じスタンスの意見と全く真逆の意見です。隣の赤い国製の EV 自動車を褒めちぎっている記事は、おそらく案件記事だと思いますが、よくあそこまで歯が浮いたようなセリフを書けるなと感心してしまいます。今回いつになく辛口であるのは理由があって、あの国の情報はいつもチェックしていますし、このチャンネル開始当初はあの国の情報を主に発信していたので、いかにデタラメかをよく知っています。その当時は電気自転車や電動バイク、電気自動車の事故に関しての動画を頻繁に配信しておりました。あの国は人の命に関わるような重要な製品は作るべきでもないし、その資格もないとまで思っています。その被害に遭った人は気の毒すぎます。せいぜい作るのは携帯電話の充電コードかコンセントくらいまでにしておいた方が人類のためだと思います。もちろん全ての企業の製品がダメとまでは言いませんし、日本にはあの国で作られた電化製品は山ほどあるので、もはやどうしようもないというところでしょう。その中でも特に私が気をつけているのは、ノーブランドのポータブル電源バッテリーは絶対購入しないようにしています。爆発リスクがかなり高いからです。車の話に戻しますと、あの国ではどのくらいの自動車メーカーがあるかご存知でしょうか。なんと2019年には500社もありました。それが今は100社ほどにまで淘汰されてきてはいますが、それでも異常な数のメーカーが存在しています。2023年に上陸した BYD は、あの赤い国の中では EV 自動車の国内シェアは第1位ということで、鳴り物入りで日本に上陸してきたというわけです。ただ、EV バスは2015年には日本に投入されていましたので、2023年からは乗用車タイプの投入となっています。全国で100店舗のディーラーを作ることを目標に掲げているということで注目されています。私があの国の車について危機感を募らせるのは、ものづくりというものはそのお国柄が出るということです。車で言えば、ドイツは徹底した安全基準でドライバーや同乗者だけでなく、事故の相手の被害まで想定した車作りを考えているし、アメリカ車は大味でダイナミック、日本車は高品質で故障しないなどの特徴があります。ではあの国の製品についてはどうかというと、人命軽視で利益重視というところでしょうか。このことは世界を震撼させるような発火事故が多発していることで、あまりに有名になっています。発火映像はこちらでは流すことができませんが、記事を調べても出てきます。直近の記事では、2022年9月6日の台湾メディアによりますと、BYD はある地方都市での4ヶ月間で13台の EV 自動車が自然発火しているといいます。火災事例はこれだけではなく、中国の災害管理や応急救援を管轄する省庁、中国応急管理部によると、2022年第1四半期に EV の火災事故がなんと640件起きており、前年の同じ時期より 32% も増加しているといいます。ものすごい数で1日あたりに換算すると平均7件の事故が起きている計算になります。またリチウム電池の発火は非常に危険で、ただ燃えるのではなく爆発に近い燃え方をして、車1台を消火するのに7時間もかかったという話もあります。EV 自動車の火災事例は他国からも報告されている状態で、とても危険な製品なのです。問題はそれだけではなく、
日本では人体に有害な化学物質も検出されており、それは日本で運行されているバスの部品からの話です。もうお話にならないと思うのですが、皆さんはどのように感じますでしょうか。そして親中議員との癒着もまた問題視しなければならないですが、そこは今回割愛します。先ほども言ったようにものづくりというのはお国柄が出ますし、特に自動車などのように人の命に直結するセクターでは慎重にならなくてはいけません。人命軽視についてはあの国の政府も同様、いやそれ以上の恐ろしい話もありますので紹介します。皆さんは四川大地震というのをご存知でしょうか。あまりに被害が大きかったことで有名になりましたが、それ以上の震災が過去に起きていたことはあまり知られていないようです。それは東山地震と言われているもので、1976年7月28日午前3時42分53秒に起きました。地震の規模はマグニチュード 7.8 で、巨大地震が中国河北省東山市を襲い、人口100万人の東山市を一瞬で更地のようにしてしまいました。中国共産党政府が発表した公式推計によると、激しい揺れの恐怖の23秒間で少なくとも530万戸の家屋が倒壊し、24万2769人の人が死亡し、16万4851人が負傷したのです。この被害規模がどれだけ大きいかを比較してみると、四川大地震は被害は死者6万9227人、行方不明者1万7923人に及び、建物への被害は全壊約536万棟。東日本大震災では災害関連死も含めて2万2212人。関東大震災の死者、行方不明者は約10万5000人。1945年に投下された原爆による被害者は、広島で約14万人、長崎で約7万4000人の計21万4000人がその年だけで亡くなっています。どうでしょうか。いかに東山地震の被害が大きかったかがわかると思います。ちなみに政府発表の死亡者数は例のごとく嘘で、実際は52万人だったことも分かっています。実はこのエピソードでお伝えしたいことはその被害の大きさではありません。こんなに甚大な被害においてあの国の政権が何をしていたかというところです。当時の背景をかいつまんで押さえておくと、当時は文化大革命の末期で毛沢東が重病にかかり、あの国の政治情勢が極めて不安定で、鄧小平に対する批判が高まっている時期でした。あの国では今現在も権力闘争に明け暮れており、当時も例外ではなかったわけです。そんな中この大地震が起きたわけですが、これだけの大災害を国民に知らせることもなく、政府から被害状況の詳細発表があったのはそれからなんと3年後だったのです。驚くのはまだ早いです。大震災の報道は全くないわけではなかったのですが、400文字の原稿のうち十数文字だけにとどまり、それよりも以下のようなプロパガンダに紙面を割きました。人間の力は必ず大自然に打ち勝つことができる。人民は災難と戦う。毛主席、中共党中央委員会及び各級指導者は被災地の人民を気遣い、被災地の人民を率いて災難と戦い、救援に多大な努力を払うというものです。そして鄧小平との権力闘争中であった党幹部からは、災害救助で鄧小平批判から目を離してはいけない。東山地震で死んだのはたかが数十万人。鄧小平に関わるのは8億の国民の問題なんだぞという驚きのセリフ。こればかりか、地震発生後、アメリカ、イギリス、日本、国連などは緊急援助や医療物資の提供を申し出たのですが、中共はこれらの国際救援を全て拒否しています。さらに驚愕の事実も分かっています。その震災である銀行の金庫が埋まり、解放軍が発掘を担当しました。銀行には合計91万515元区分の現金が瓦礫の下に埋まっているということで、解放軍がほとんどの現金を掘り出しましたが、たったの2部が不足していたというのです。銀行はこれは許容範囲内の誤差であるとしたものの、なんと兵士たちは財務清算は誤差を許容できるかもしれないが、国民に奉仕するという我々のイデオロギーはわずかな誤差も許容できないと言い出したのです。全く言うことだけは立派です。そして解放軍の兵士たちは暗闇の中を手探りで進み、レンガの割れ目や泥をほじくり返し、泥にまみれた最後の二分玉を見つけました。ちなみに2部とは円換算で約 0.4 円程度だと思います。当時の解放軍法はこれを英雄的武勇伝として大々的に報道していたそうですが、問題はそこではありません。
なんと震災発生から数時間後にこの作業を行っていたそうですが、同時に付近では鉄筋コンクリートの瓦礫の下で無数の人が救助を待っていたわけです。想像してみてください。残された者が生き埋めになっている家族を助けたく泣き叫んでいたでしょうに、たった1円にも満たない小銭を探して解放軍法に載せる絵面を気にかけていたのです。今回取り上げたエピソードは今から50年近くも前の悲劇なのですが、あの国の政府がやっていることは今も全く変わりません。最近判明したのは、日本で走るバスに使われている部品から人体に有毒とされる化学物質が検出されました。何度も繰り返すバッテリーの発火事故。彼らが進出するところに悲劇ありというのが歴史的に見た実態だと思います。いかがだったでしょうか。私は物にも魂が宿ると信じています。あの国で生産されたものにはどんな魂が宿っているのでしょうか。人の命を軽んじ、利益だけ得られればそれでよしと考えて作られた車にどうして命を預けることができるでしょうか。彼らが作る建築物もそうですが、国内だけで手抜き工事をしてくれればいいですが、世界中に自分たちの力を示すように進出し、現地の人々が不幸になるものを増産しています。本当に彼らは周囲に害しか残しません。他人が何を選択するかはご自由にどうぞと思いますが、この動画の情報によってリスクを理解した人は購入することはないでしょうが、同情することも避けた方がいいと思いますし、駐車場でも周囲の様子に気を配るくらいの警戒心は必要です。誤解をしないでほしいのですが、全部が爆発するわけではありません。天国と地獄を分けるものはちょっとした差であることが多いと思います。今後日本国内では親中勢力が強い役所や企業に EV 自動車が導入される可能性は高く、意外と身近にあの車が存在することになると思いますので注意してください。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。